Get away from every little thing just to try to make it through. I've been thinking about my options, every detail in my head, but it doesn't really matter, nothing matters, so I cry instead. Staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. And I know there's so much more to this life, but it's hard to see it clearly. I tried my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling, I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left.
try my best, but nothing turns out right. God, I need you now so dearly. I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left. I've been staring at the ceiling. I've been staying up all night. Everything I ever worked for vanished in the blink of an eye. I've been asking every question, 'cause I haven't got a clue. Why's it gotta be me? What the hell am I supposed to do? I've been running circles, trying to catch my breath. I've been trying everything I can, but I ain't got nothing left.
待たせしてしまったんですけれども、ようやく、ボヌークが、本日をもって、リリースすることができました。本当に、ここまで、応援をしてくださり本当にありがとうございます。いろいろちょっと、私も体調を崩してしまったりとか、本当に、ちょっとね、ローンチができるのかっていう、不安だったりとかもたくさんここまであったんですけれども、本当に皆さんが私がちょっと辛い時期だったりとかも、動画を見てくださったり、コメントを、たくさんくださった、すいません、たくさん、くださって、応援を、してくださったおかげで、こうやって、素敵な作品にすることができました。改めてこうやってものづくりに真摯に取り組んでみて、いかにすごく大変でなおかつ尊いものであるのかっていうことを実感することができましたし、去年ね、香りのお手紙で皆様からいろいろご意見をいただいてから本当に時間がかかってしまったんですけれども、たくさんのご意見をくださったおかげで本当に素敵な香りになりまして、もともと6種類ぐらい1年間準備していたんですけれども、最終的には皆さんに選んでいただいた3種類のホワイトティーとフォレストとカシスゼラニウムの素敵な香りを調香師さんに作っていただくことができました。他の動画だったりとかいろんな SNS でボヌークという名前だったりとかこのブランドのコンセプトっていうものを何度かご説明したことはあるかと思うんですけれども、揺らぐ自分も愛おしくなる、そういうコンセプトでボヌークのブランドから今後もさまざまなライフスタイルアイテムを制作していこうと思っております。なぜ私がそのコンセプトとボヌークという名前を付けたかというと、やはりね、私も本当に思い返してみるともう失敗と挫折ばかりの人生だったなというふうに振り返るんですけれども、人生っていい時もあれば悪い時もあって、悪い時があるからこそ幸せを実感できるなというふうに、特に最近ね30代に入ってから感じるようになりました。なのでそういった揺らいでる期間っていうのが全て自分の中で愛おしいなと自分自身で思えるようになってほしい、そんな願いを込めてボヌークからリードディフューザーを出すことを決めました。なぜ、リードディフューザーを最初のファーストプロダクトに選んだかというと、私はその幼少期、そんなに裕福なお家じゃなかったんですけれども、その小さい社宅で4人家族で暮らしている中で、そんなにね家具を充実させるっていうことがなかなか難しかったんですけれども、そんな中でも香りのアイテムだったりとかっていうのを取り入れると、まるでその空間全体がすごく素敵な空間になったような気分になったのをすごく覚えています。なので今回このリードディフューザーもその香りももちろん素敵なんですけれども、ポンとね置くだけでその空間というかその場所が華やぐようなデザインにしたいと思って、このウッドのアクセサリーをデザインさせてもらいました。ウッドアクセサリーの形のイメージとしては月の満ち欠けをイメージしていまして、半月に見えたり三日月に見えたり、上から見るとまん丸の満月に見えたりとか、ちょっと視点を変えるだけでいろんな物事の見え方が変わる、そんな思いだったりとかも込めてこのアクセサリーを作っています。あとはね、ボヌークの名前の由来の一つでもあるその個性っていう部分が、このウッドの模様っていうのが一つ一つやっぱり違うので、
その自分だけのその個性を見つけるブランドっていうところもこのね、ウッドアクセサリーに結構いろんな思いだったりとかを込めて制作をしています。私自身がねこの香りも見た目もちょっと譲りたくないっていうところがあって、いろんなその関係者の皆様にはすごく負担をかけてしまった部分もあったんですけれども、もう本当にたくさんの方のご協力があって本当に素敵な作品に仕上がっています。何度もね本当にクリエイターをやめるしかないんじゃないかなっていうふうに思った、ことがあったんですけれども、その度に、皆様が応援してくださったりとか、いつまでも待ってますってメッセージをくださったりとかしたの全て、読んで励まされてきました。もうねYouTube を始める頃にはこんな風にたくさんの人に見つけてもらえるなんてね思ってもいなかったので、こんな風にブランドを立ち上げることがねできるなんていうのも3年前のね、自分に教えてあげたいなという風に思うぐらい本当に嬉しいです。母がね昔やりたいことはとことんやりなさいっていう言葉を残してくれたんですけれども、本当その通りもとことんやってきて本当に良かったなっていうふうに、辛いこともねもちろんたくさんあったんですけれども、今はその言葉を信じてやりきって本当に良かったなというふうに思います、泣いてばっかりでちゃんと商品の説明ができてなくてすいません。商品自体も本当に香りが広がらないものだったりとか世の中に多いと思うんですけれども、そこも改善したいというふうに思って、この1年毎日ねその香り方だったりとかの計測っていうのもして、見た目だけじゃなくて香りの質だったりとか生活に馴染んで毎日香ってもすごく心地いい香りっていうのを再現できたかなというふうに思います。あとはこのウッドのアクセサリーはこちらの本体から外せるようになっているので、今後この下のリフィルの部分だけ少し価格を抑えて販売したりとかも考えています。ウッドのアクセサリーが繰り返し使えるように設計した理由としては、この一点一点すごく丁寧に作られているので、1回で捨ててしまうっていうのがもったいないというのと、環境的にも良くないんじゃないかっていうふうに思って繰り返し使えるようにデザインをしてあります。あとはこういう木材を使わせていただいてるっていうのもあって、ボヌークの製品は売上の一部を森林保護団体の方に寄付をさせていただこうと思っています。やっぱり自分本位にものづくりをし続けるっていうことはできないと思うので、こういう木材が使えたりするのもそういう森林を保護してくださってる方たちがいらっしゃるからだなというふうに思うと、少しでもねボヌークとして還元できるような活動が私の方でもできればなというふうに思っています。詳しくはねボヌークのウェブサイトも頑張って作りましたので、そちらをチェックして見ていただけるととっても嬉しいです。あとはね数量限定にはなってしまうんですけれども、こちらのトートバッグの方もプレゼントをさせていただいているので、これは多分初回だけかなというふうにはちょっと思って、あんまりご用意が数量できていないので、ぜひちょっと LINE のお友達になっていただくとこちらがついてくるので、ぜひ私とお揃いのトートバッグもゲットしてみてください。あと今回動画で描かせていただいたこちらの絵画なんですけれども、こちらをリードディフューザーを購入していただいた
方の中から1名この絵画をプレゼントさせていただこうかなというふうに思っています。この絵もね、私的にはちょっと今回のファーストプロダクトのイメージを総合してちょっと描いてみたイラストにはなっていまして、タイトルをつけるんだったら夜のお茶会になるのかなというふうに思います。このティーセットがちょっとホワイトティーのイメージをしていて、で、カシスだったりとか、ゼラニウムのお花だったりとかをイメージして描いたものだったりとか、あとはこの全体の色だったりとかがフォレストのイメージをして描いているので、今まで皆さんと一緒にやってきたインスタライブの夜のお茶会の楽しいイメージだったりとかを想像しながら描かせてもらいました。でね、この商品をご購入いただいた方のみのちょっと特典にはなってしまうので、詳細はね LINE だったりとかボヌークのインスタグラムでご紹介をしていこうと思っているので、今後ねちょっとチェックしていただけるととっても嬉しいです。であとはね、この1名様へのプレゼントのイラストだけだとちょっと寂しいなというふうに思ったので、スマホの壁紙にもしていて、こちらもねボヌークの LINE のお友達追加をしていただくとそれは無料でお配りをしているので、私個人的にもすごく気に入っているイラストになるので、よろしければスマホの壁紙にしてみてください。とってもね盛りだくさんの内容になってしまったんですけれども、細かい部分だったりとかはウェブサイトだったりボヌークの LINE、インスタグラムを見ていただけるとある程度全部書いてあるかなというふうに思いますので、そちらからチェックをしてみていただけると嬉しいです。このリードディフューザー自体はもう私が何度も試行錯誤して仕上げたものになるので、本当に多くの方に満足していただけるクオリティになってるんじゃないかなと思いますので、手に取っていただける方は楽しみにお待ちください。改めてにはなりますが、ここまで支えてくださったルームメイトの皆さん、視聴者の皆さん、本当にありがとうございます。皆さんが見つけてくださったから今の私はここにこうしてクリエイターとしてものづくりをすることができています。このボヌークというブランドが皆さんの暮らしを本当の意味で彩って、心から豊かな気持ちになれる、そんなブランドにしていきたいと思っていますので、ぜひ一緒にボヌークというブランドを育てていっていただけるととっても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ニコでした。